6人ぐらい自民党から自民党を裏切って斉藤さんを応援してくれる県議会議員が出てくるという情報を斉藤元彦は田舎の弱者やから信じてたっぽいのよ。でも結果一人しか出えへんかったわけ。シュピレヒコールにすることを自粛するという判断を兵庫デモの主催者の方々がされました。とても正しいと思います。元彦ね、写真撮り始めてるで。ポルポトなんですよ、やってること。もうこっから 100% ヤジに変わってんの。それが独裁者の倒し方です。これは、宣伝ですよ。これはもう純粋に宣伝やけど、ほんまに原稿やと思うから、7月の1日に、不走写真書からこの本が出ます。限界地方政治っていう本が出ます。で、この限界地方政治ってとこに僕も書いてるんですが、僕は兵庫県問題を担当したんです。それを読んでもらうとね、ようわかると思うんですけども、斉藤元彦及び斉藤元彦の支持者が極左であるということを書いてるんです。辞書に載ってる、政治学の教科書に載っている定義で、斉藤元彦及び斉藤元彦の支持者の言うてることをやっていくと、共産党よりも左の超極左であるということを書いてるんです。で、それは罵詈雑言で極左だと言うてるんではなくて、こういう分類があって、その分類器で分類していくと、極左としか言いようがないよねという話をしてるんですね。で、日の丸持ってるけど、みたいな。それ、どういうことということ。極左暴力革命分子だということを書いてるんで、ぜひ読んでもらいたいんですね。で、保守主義者としてね、だから僕が斉藤元彦のことが許せないのは保守主義者の立場からして、本寸法の保守から言うてね、ずっと言ってますけども、この本、フェデラリスト。これは、保守主義者のバイブルっていうのはこの2冊です。あと言うて、この3冊ですな。この3冊が保守主義者のバイブルです。これがね、ルールブック。保守と名乗る人間のルールブックはこれです。これ以外ありえない。で、虫眼鏡がこれです。虫眼鏡と定規がこれ。これで物事を見て、その物事がええか悪いかをこれで判断するというのが保守主義者です。で、日の丸振りたがる奴らがいかに極左かとかいう理屈がね、よくわかります。日の丸を振りたいと思う段階で極左なんですよ。実は。っていうか、そんなもん、ネーションならざる者に期待をかけてどうするんだってことですよ。一言で言うとね。ネーションならざる者に期待をかける段階でね、僕らからすると、この人たちは本当に仕方がない人たちだなと。頭が悪いとかいいとかではなくてね、ネーションならざる者に期待をかけるということは、ルンペンプロレタリアートでしかないんですよ。ということです。単なるルンプロです。で、その意味においてね、やっぱりね、神戸新聞は偉いと思いました。で、本に書いてあることはね、斉藤元彦は極左である。斉藤元彦及び斉藤元彦の支持者は極左であるということを書いてるんですが、斉藤元彦が極左及び斉藤元彦を支持する連中が極左であり、共産党よりも左だということを理解するためには、何が保守かということを理解せんといかんわけです。で、保守というのはこういう考え方をするもんですよということを書いてるわけです。アホみたいに日本人だったらこうするべきだみたいなことを言うのはクソ左翼です。で、何をもって保守かということを考えると、保守政治から逸脱したきっかけというのが、実を言うと2024年の3月の記者会見から今日に至るまで、とある一日に兵庫県が保守的な政治運営というものから逸脱した瞬間があるんです。で、それがどこなのかという問題意識は俺がずっとあるわけ。ある一日で、革命と一緒ですから一日で成立するんですけど、革命と一緒なんですよ。だから今僕たちが見たのは革命政権なんですよ。で、その革命政権の革命をやってしまったのは斉藤元彦じゃないんですよ。実は。人民革命政権が樹立されてしまってんの。人民革命政権が樹立されてしまった中で我々はそれに
リベリオンをしてるわけだけど、人民革命政権ができたんだが、人民革命政権の樹立に至る、ね、ロペスピエールの独裁が始まる手前の、バシチュー牢獄の襲撃みたいなことがあったわけ。で、それは何なのかということを書いてあるんです。そう、だからそっから、バシチュー牢獄の後は、フランス革命が後戻りできなくなるのと一緒で、後戻りできないわけです。ロペスピエールの独裁まで。で、今、それは本読んでもうたらわかるんですが、というパースペクティブから考えると、今日は二人褒めなあきません。まず一つ、神戸新聞。神戸新聞の今日の社説。知事給与削減案、議会は責任を問い続けよう。正しいです。ここで記事のタイトルに議会を主語に持ってきたのはとても重要です。同じこと書いてても、もしこの社説のタイトルが知事は襟を正せとかね、知事はしっかりした説明責任を果たせって書いたら、同じこと言うてても何言うてんねんって話になります。でもそれなんで俺がこんなに神戸新聞を褒めるか言うたら、褒めるか言うのはほんまに本読んで、めっちゃええ原稿やから。ほんまにええ原稿やから。これ、同じこと言うててね、言うてることは普通のことですよ。知事がちゃんと説明せえへんから議会が反対するのは当たり前や、いうことを書いてるんですね。で、それを書くときにタイトルを、斉藤元彦知事は襟を正せとかね、斉藤元彦知事はもっと説明をしろとかっていうタイトルにもできたはずなんですよ。できたはずなのに、議会は責任を問い続けようというタイトルにしたというところに、僕は神戸新聞に最大限の拍手を送りたいです。この問いを立て続けることが、僕が2024年の9月にあったと言っている革命の第一歩の前に、人民革命政権を否定して、元の革命前の元に戻すレコンキスタはそこやと思います。で、この神戸新聞の社説はとてもいいです。皆さんお読みください。あともう一人褒めになりません。保守主義の成果。今日神戸新聞がこの社説を載せた理由というのは、昨日の兵庫県議会の本会議で知事の給与の削減条例が継続審議という結果になったからです。採決で賛成に回ったのは維新と躍動だけです。あとの会派は、共産党が反対やったかな。県民連合と共産党と公明党が反対で、自民党が継続審議やったんですね。だったかな忘れてもうたけど。で、自民党は、ご案内のように、6月3日の記者会見及び6月8日でしたか。6月8日の本会議、斉藤元彦の本会議答弁で、うわ、こいつむちゃくちゃや、言うて、通したる言うてた条例に、議会の冒頭では通す言ってたのにもかかわらず態度を変えたわけですね。で、一応もちろん本会議採決ですから当たり前ですけど、党議構想がかかってるわけですよ。で、自民党の中でたった一人だけ造反が出たんです。その採決で。内藤さんが退席したんですよ、自民党の。で、これ党議拘束を無視してるんですよ。党議拘束を無視してるから、テクニカルなね、マキャベリズムの世界で言うと、斉藤元彦はどうやらね、6人ぐらい造反すると思ってたっぽいんですよ。とある情報によると。でも、造反したのたった一人やった。要は、6人ぐらい自民党から自民党を裏切って斉藤さんを応援してくれる県議会議員が出てくるという情報を、斉藤元彦は田舎の弱者やから信じてたっぽいのよ。でも、結果一人しか出えへんかったわけ。結果一人しか。で、しかも、賛成に回るってことを要せんと根性ないから退席してんのよ。下手れなんです。そのマキャベリズム的にはそこで元彦ざまって笑っておけばいいんですが、僕はね、その後の自民党が偉いと思う。内藤さんをね、処分せえへんかったんですよ。叱責という処分はしてるんですけど、ほんまやったら、離党勧告とかってされても仕方がないことなの。本会議採決で造反してんねんからね。北口幹事長がね、処分しなかったんですよ。これね、田舎の弱者がネットに書き込みがちなコメントが一つあったので、一つ申し上げておきたいことがあります。話脇にそれるんですが、人生やり損ねてね、田舎から外へ出ていかれへんような人生の負け組がよく言うことなんですが、議員に立候補もしないのにこんな配信で偉そうに喋ってるのはヘタレじゃないのか。菅野保になろうともしてないのに菅野保に文句つけてるのはヘタレじゃないのか。神戸新聞の報道によりますと、北口幹事長はこう述べています。あの法案は筋が悪い。それで会派が分断されるのはどうしても避けたい。
立派です、北口幹事長。立派です。これはね、とても立派です。保守政治家の英知ってやつです。とても立派です。これなんでかって言うたらね、ちょっと本の種明かしも入ってるんですけど、自民党は今回の6月議会で冒頭、この条例に賛成するという判断を議員総会で作ってるんです。で、しかし、6月3日の記者会見と6月8日の本会議答弁があまりにもひどかったから、8日の本会議の後に多数決で自分たちの判断を覆してるんですよ。賛成から一転継続審議に変えるというね。で、その6月議会の入り口での賛成に回ろうやというのは話し合いで決まったコンセンサスです。で、この話し合いで決めたコンセンサスを後で多数決でひっくり返してるわけ。で、内藤さんがやったことはこの多数決の議決に対する造反なわけですよ。で、この多数決の議決に対する造反を処罰してしまうと血が流れるだけなんです。それ自民党が傷つくだけなんですよ。これがね、自民党という政党が強いところなんです。あの人たちね、ほんまに議論尽くすんです。国会見てたらわかりますよ。社民党とか令和とか立憲と違うんですよ。はいって手挙げて終わりってこと絶対せえへんねん。3日でも4日でも議論すんねん、自民党は。で、僕らそれ目撃してます。今回、今日の新聞やったら、どこやったかな。今日は15分動画やりませんけども、僕ら今回の国会でもその自民党の凄さっていうのを見てます。毎日新聞の一面。これ、僕ら今回の国会で見たじゃないかな。再審見直し法案。これ自民党総務会で徹底的に議論してたでしょ。で、それが自民党の強さなんですよ。で、北口さんはプロパーの自民党じゃないけども、途中から自民党に入ってきはった人やけど、これが自民党のやり方だし、だからこういうことをやれるから自民党を保守政党と言うんです。天皇陛下万歳と言うからやとか、日の丸を振るからやとか保守じゃないんですよ。これができるかどうかが保守なんです。見てみや。令和新選組。手挙げてしまえで。憲法9条を変えましょうとか、皇室転換が男系男子だけに限るとか、LGBT の人権がどうたらこうたらとかっていうのは保守でも何でもないんです。北口さんみたいな判断ができるかどうかが保守かどうかの定義です。で、これは余談やけど、高市早苗が僕が内閣総理大臣自民党の総裁になる方がいいというのは、最新法案で昔の自民党の物事の決め方やるけども、例えば今回の国会やったら、国旗既存罪は昔の自民党のやり方ちゃうわけですよ。総裁が作りたいって言ったやつを多数決で作るって言って作ってんの。令和新選組みたいな物事の決め方してるわけ。そうすると、俺がずっと言っている自民党の社民党化っていうのが進むから、弱体化するから高市早苗になれって言ってるわけ。それ余談ですけどね。で、北口さんのやったことは古き良き自民党の意思決定のやり方で、あそこで処分をしないという英知はね、本当に素晴らしいと思います。その英知をなぜ維持できなかったんだというのが兵庫の不幸の始まりなんですよ、構造的には。その自民党の英知をなぜ議会で徹底しなかったんだというのが兵庫におけるバシー牢獄襲撃事件だって俺は言ってんの。ということをずっと言ってるんです、僕は。だから糖尿病になるとね、足の指先が壊死したりね、爪が変色したりするんですよ。糖尿病になると。で、その足の壊死を止める治療、せなあきませんよ。足壊死しそうになっとるわけやからね。末端に血がいかへんようになって、足が壊死したり、失明したりするんです。体の端っこに血がいかへんようになるさかい。糖尿になったら。で、それの進行を止める治療っていうのはあるんですよ。血流を促進したりとかね、温めたりとか。あるんやけど、それは対処療法やんか。やらなあかんのは糖尿病の治療でしょ。だから、県民局長が亡くなったこと。それは、斉藤元彦が人殺しやから、パワハラで死んでるわけですよ、斉藤元彦の。で、斉藤元彦のパワハラで死んでるということは、例えば、知事にパワハラ研修をさせるとかね。あるいは、立花隆のデマ、誹謗中傷、暴力扇動で、竹内議員は死んでるわけですよ。だとすると、それは選挙の時にね、デマ対策をしなければいけない。誹謗中傷対策をしなければいけない。それやらなあかんことです。
それは糖尿病の合併症である足の壊死を止める治療をせなあかん。目の失明って筒が痛いな。失明を止める失明を止める治療をせなあかんというのはそうなんだけども、それは対処療法であって、ほんまに必要なのは根本であって、その根本の治療っていうのは一体何なのかということを、さっき紹介した本で書いてますんで、ぜひ見てください。で、それは、斎藤元彦や斎藤元彦の支持者のような極左の連中が、二度と政治の世界に関与できないシステム作りですよ。で、その根本治療とはどういうことかってことは書いてますから。で、もうこの神戸新聞と北口さんは褒めとかな飽きません。で、今日の、で、もうちょっともう時間がない。もうこの後もうすぐにもう原稿書き始めるんで、最後に、ちょっと二つお願いがあります。そのお願いを同じとこに並べるなと言われるかもわかりませんが、チャンネル登録といいねボタンを押してください。チャンネル登録をしてください。で、いいねボタンを押してください。なぜかというとね、その根本治療の中にね、冷静に考えてもね、俺が売れるっていうことはね、根本治療の一つやと思います。で、その、お願いの1は、いいねボタンを押して、チャンネル登録してくれというのがお願いです。これがまず一つです。あともう一つ、これはレベル君とかにも伝えてもらいたいんですが、これは斎藤元彦が極左であるという話の延長なんですけど、兵庫デモで、斎藤元彦は人殺しというプラカードを掲げたり、シュピレヒコールにすることを自粛するという判断を兵庫デモの主催者の方々がされました。僕はその判断がとても正しいと思います。とても正しいと思います。それはなぜかというと、斎藤元彦極左なんですよ。極左暴力革命集団なんです。で我々が反対してるのは極左暴力革命集団と戦ってるわけで、極左、元彦ね、写真撮り始めてるで。ポルポトなんですよ、やってること。ポルポトと全く一緒なの、斎藤元彦や。だって極左の連中って行き着く先はポルポトなんですよ。極左、スターリンとかポルポトとやってること一緒なの、斎藤元彦がやってることって極左やから。ヨシフ・スターリンとかポルポトと全く一緒なの。生さんはこんな証言をしてくれてます。実は今日ラジオ関西でも交換の周囲でも元彦はアルファードの中から抗議する者たちに向けてスマホをかざしていました。ポルポトなんですよ、やってること。ほんで、ツイッターでね、田舎の弱者がね、この間俺歩道橋の上で警官説教したんです。俺が喋ってんのに隣でトラメガで喋ってるからうるさい黙れ言うて。で、子供が歩道橋通るからとか言うてるわけですよ、兵庫の田舎の弱者の人らは。歩道橋に子供を通さへんから、県警があんなにたくさん来てるの。あそこに県警がたくさん来ている予算根拠は、子供の登下校を安全に見守るためです。で、実際、兵庫県警は、歩道橋に子供を通させません。子供は横断歩道を渡って山間を渡っています。その時に警察が山間を守ってます。だから歩道橋小学生通らないんですよ。で、なおかつ、一般の人ね、大人ですよ。大人の一般の人が歩道橋通ろうとしはるんですよ。その時には、県警が二人ついて動くんです。警察が。だって予算根拠それしかないねんから。斎藤頑張れ言うてる側でも、斎藤やめろ言うてる側でも、そいつらが何するかもわからんから、その警備のために行くとそれ、思想心臓の自由に対する予算の介入になるから、そんな予算付けできないから、交通整理のためにおるんです。デモの時の警官というのは交通整理のためにおんの。どんなデモでもそうなんですけど、どんなデモでも集会でもそうなんですが、警察というのは雑踏整理のためにいるんです。それ以外の予算のつけようがないでしょ？あいつら危ないことを言いそうやから監視する言うて予算つけたら、その憲法違反になるやん。だから、警官があそこに存在する理由というのは、交通整理、雑踏整理なんです。あいつらはほっといたらなんか変なこと言うかもわからん言うたら、そんなもん明治時代に逆戻りやんけ。だから俺がそういうことをわからへんやつを田舎の弱者や言うのはこういうことですよ。その人は多分デモに警官がいる理由がね、これと区別ついてないんです。明治時代のこれと。
いや、だって明治時代のこの雰囲気で警官見てるから、あの人ら弁士中止っていうためにやってるんだろうと思ってるわけでしょ。それはもう偏差値の低い田舎の弱者特有のね、民主主義と近代的な国家ということを理解していない人生の負け組なんで、ホームセンターに行って朝日塗料の緑の塗料を体に塗って街路樹の棚に立って光合成しといてほしいんですけど、まあその豊かってしゃあないんで、なんです。で、何が言いたいかというとね、あの時に西側先進国の市民としては警官に向かってトラメが向けてうるさい黙れっていうのが唯一の正解なんですよ。だって公務員が職務権限以上のことをしとんやから。で、それがね、市民的な義務でもあるんです。公務員に法律を守らせるっていう。警察は公務員ですからね。公務員が法から逸脱した行為を見たら、市民としては、納税者としては、貴様はそれに及ぶ権限はないぞということを言うのが市民的義務なんで、余計なことしてる警官見たらうるさい黙れ、すっこんどれって言うてあげるのが西側先進国の基準です。法律に書いたんねんもん。それが西側先進国という市民がやることです。中国や北朝鮮やキューバやロシアは知らんよ。それは知らんけども、アメリカとかフランスとかイギリスとかドイツとかイタリアはそうするもんです。そして韓国もそうしてます。警察、軍人など武器を持っている公務員の場合はなおさらです。韓国の場合は市民がこういうことをします。そら韓国銭儲けできるわ。これ去年、一昨年のユン・ソンニョルの戒厳令の時です。で、これが先進国たるゆえんです。で、こんなことはね、ごめん、兵庫の人怒るかもわからんけども、大阪から他の都道府県やったら、こんなことね、当たり前なんですよ。警官がおかしいこと言うてたら、まあこういうことをするって、日本先進国ですからね。日本は先進国ですから、こんなことするのは当たり前なんです。さあ、韓国の方が一人頭 GDP が高いの、韓国の方が日本よりも先進国になりましたけれども、一応日本もまだ先進国なんでね、他の都道府県行ったらね、兵庫の皆さん気づいてへんけど、当たり前なんですよ。警察に説教するとかね。で普通なんですよ。アメリカ人もフランス人も韓国人もドイツ人もイタリア人も普通にやってることなんです。日本人だけやれてないというか、兵庫の人だけやれてないんです。でそのやれてない理由は何かというと、市民運動を松田のおっさんみたいな極左が牛耳ってたからなんですよ。だから、斎藤元彦でも、松田のおっさんでもそうですけど、要は兵庫は極左によってダメになってんのよ。これ、ライフル持ってる、アサルトライフル持ってる、人、この人、ジャーナリストです。当たり前なんですよ。よその国行ったら、学者とジャーナリストほど、市民運動の先頭に行って公務員と戦ういうのは。当たり前なんです。で、それがおかしいと思ってんのはね、日本が先進国じゃないという印でも田舎のタコ作が言うてるだけなんで、文化人、知識人、学者、ジャーナリストという連中は、警官と戦うもんなんです。どこの国行っても。アメリカでも今そうですよ、現に。アイスの収容所の前で、ずっと戦ってますよ。現に。で、何が言いたいかというとね、運動論としては、その先進国スタンダードからすると、今回のデモ別に強制するもんではないですよ。強制するもんではないけれども、運動論的に言うと、堂々と斎藤元彦は人殺しと言うべきなんです。で、それで斎藤元彦は刑事告訴してくるって言うんだったら刑事告訴させたらええんです。怖いこともなんともないから。がね、歩道橋の上で俺がやったようなことを騒ぐほど未成熟な市民社会であれば、それはサザンが8言うてる子に素因数分解を教えれるもんやからやめといた方がええよ言うてんねん。運動してんねやったら斎藤元彦は人殺しと言うべきなんです。ただ、歩道橋の上で俺が警官に説教したことがわーってなるような未成熟の社会では、それはサザンが8言うてる子に素因数分解を教えるようなことやから、それはおそらく諸君には無理だからやめといた方がええよということです。で、そしてこれはリベル君に対する最大限の尊敬やけど、だからということで守るために余計なことせんとこうって言うて、斎藤元彦は人殺しと言いませんと決めたのはめちゃめちゃ正しいです。残念ながらね、これほんまに言うてんねんけども、兵庫だけ特殊で、市民運動を中核関西の、中核大阪の松田っていう大阪が牛耳ってたから、
市民運動が発展しなかったんですよ。ほんで反戦タイガースとか言ってピー、ピー、ピー、ピーとか言うてんのが、あれが市民運動やと思ってるポンコツしかおらへんのかったの。だから、全国各地で、2011年の東日本大震災以降ね、北海道から沖縄まで、新しい形の社会運動っていうのはダーッと出てきたんですよ。隣の岡山もそうですよ。広島もそうです。ダーッと出てきたの。で、それが、反原発の官邸前デモとかでね、新しい形の社会運動が出てきたんだけども、兵庫県だけは47都道府県の中で、極左が市民運動を牛耳ってたから育たなかったのよ。だから未だに兵庫にだけ、デマは許認可制やとかっていう田舎者がおるわけ。そんなん全国探してもそんなアホなことやつおらへんねんて。でもそれは、右とか左とか関係ないの。市民運動というものが、よその都道府県では東日本大震災の反原発デモ以降、アンチレイシズム運動、アンチ維新運動、原発誘致反対運動、等々で育ってきたにもかかわらずね、特定機密法反対とかで連帯するシールズの流れとかね、北九州や福岡でもあったんですよ。神戸大学があるのに神戸でシールズに連帯する動きなかったでしょ。寝台の連中、頭の連中どこ行ってんだやったら京都までって運動しとったんやで。シールズの頃。いや、それが兵庫の現実なんですよ。いや、だから漢学の子も、寝台の子も、阪急乗って京都まで行っとったんや。で、それは、一重にね、年取った市民運動やってます言うてる、ほぼ駆逐されかけてますけども、極左の連中が市民運動ですって言うて、中核派の松田っていうやつをかばうためにいろんなことをやってるから、兵庫ではちゃんとした市民運動が育ってこなかったの。だから未だ2026年なのにもかかわらず、経過見たら説教するのが当たり前やとかね、いうこと言わなあかんわけですよ。もうそんなもんお前もう他のよその都道府県だ10年も20年も前に卒業してんのに。なの。だから、リベル君がやってることは偉大なのよ。極めて偉大なの。しかしながらノウハウ、参加者の強さは他の都道府県からすると、これはリベル君のせいではなくて、極左の連中が市民運動を牛耳っていたという兵庫の根深い問題っていうか兵庫の不幸ですね。よその都道府県の先進的な市民は10年15年前に卒業している入門編の問題を今解いてる最中だから、歴史の発展段階としてこちらとしては待つしかないのでね。まあもう東京でこれでもやったら普通に斉藤元彦が写真撮ろうが警察が呼ぼうが普通に東京でやったら斉藤元彦人殺し言うてますよ。これマッツに聞いてもええと思うけど、長谷川ウイ子さんの選挙ね、この間の。マッツと俺と二人で、長谷川ウイ子さんは2024年のね、今回のこの間の2026年2月、今年の2月の選挙の時に、兵庫の全県選挙区を見渡して、兵庫全県の選挙区を見渡した時に、明確に2024年知事選挙で、斉藤元彦はあかん。稲村和美がええと言い切ったのは、長谷川ウイ子さんだけやったんですよ。で、俺とマッツで二人でだいぶ相談したの。せやけど令和やしなって言うて。で、せやけど、令和新選組はね、山本太郎は見放したんです。兵庫を見放してるんです。あいつはまあコンプレックスがあるから見放したんでしょうけども、見放しちゃったんですよ。で、なんか令和新選組の支持者も結局半分以上は斉藤元彦に投票してるしね。で、令和やしなとか言うてたんやけど、せやけども、2024年の選挙で長谷川ウイ子さんが頑張らはったんは、あれやから、事実やから、その恩を返すためにね、正常会として、長谷川ウイ子さんのことを正式に応援した方がいいんではないかという話が俺とマッツーの間で上がったんですよ。で、それをみんなに諮る前にね、長谷川ウイ子さんの選挙にそもそも手伝いますって言いに行ったところで、お手伝いの人が行さんいるから入るやうちがなかったらもう邪魔になるだけから帰ってこようと。そやから一回尼崎の事務所にどんな選挙をやってるか二人で見に行こうと。で、会に諮るにしても何にしても一回現状を見てからや言うて二人で尼崎行ったんですよ。行ったら松田のおっさんが仕切っとったんや。で、敷居またいで記帳台に名前書いて、マッツと俺と帰ろうかって帰ってきて。なんもせんと。帰り尼崎の駅まで、マッツは神戸向いて帰らなあかんし、俺は新幹線乗って帰るので、新大阪、尼崎から新大阪まで行こうと思って、新大阪まで行くために、
JR の尼崎の駅まで歩く間2人でずーっと喋って、これで青山は通ったな言うて、まあもうこれどうしようもないなって、これ兵庫ってこないなんねんな、なんかしよう思ったらこうやもう絶対中核のおっさん出てきよんのんかって、もう絶対変や、もう近づいたらあかんよなって言うて、俺らの中には尼崎の駅前にまで歩く間二人でずっと言うとったんは、これひょっとして会の中から長谷川うい子さんを応援せなあかんと俺らみたいに思って言い出す人出てくるんちゃうんかなって、出てきたら絶対あかんって言わなあかんな、どないして言おうなっていうことが相談になったんです。で、その松田のおっさんとかその周りにいる高齢者のせいで、ほんまやったら他の都道府県の市民運動が10年15年かけてね、到達したポイントがこうやったとすると、兵庫は松田一派がいるがために市民運動のレベルが昭和49年ぐらいで止まってんのよ。だから未だに兵庫にはね、デモって許認可制なんちゃうの、そんなん警官に文句言うたらあかんのちゃうのみたいなおぼこい人しか育ってへんわけですよ。で、他の都道府県ここにいるのに兵庫県だけここにおるんです、市民運動のレベルが。で、これを排除したら、ピャーンと上がりますよ。これ今ここを登ろうとしてるのは、レベル君のやってることです。だからレベル君には頑張ってもらいたいし、ぜひそれでいいんですが、ただ、ここのレベルの人たちに斎藤元彦人殺しとはよう言わされないよ。俺も。俺でも、もし、デモの主催者やったら、そういう現状分析から斎藤元彦は人殺しとは言わせません。本来であればね、1万人が斎藤元彦人殺し言うたったらええんです。で、1万件刑事告訴させちゃったらええねん。1万人逮捕させちゃったらええねん。やられるもんやってやってみ言うたったらええねん。そんなもん判決もらうために神戸地検の前に並んだら言うたったらええねん。そう。まさにガンジーです。ガンジーの運動論やったらそうするんです。ガンジーの非暴力主義というのは、暴力を振るわないではないですよ。喜んで暴力の犠牲者になりますというのが、ガンジーの非暴力主義です。ガンジーがやったことは、イギリスのインド支配の本質は、イギリス人のインド人に対する機関銃による殺戮行為にあるから、それが効かないということを、何万人もが機関銃の前で笑顔で死んでいくことによってデモンストレートしようというのが、ガンジーの非暴力主義です。暴力を避けるじゃないですよ。ガンジーが言うてんのは。現にガンジー暴力的で家で DV しまくっとったからね。ガンジーがやったことは、みんなで喜んでイギリス人が構える機関銃の前に何百人何千人という死体を積み上げよう。で、そうすることによって、イギリス人は自分たちの暴力を目にすることになるだろう。そしてその暴力が効かないこと。絶対服従しない。暴力でやったところで誰も服従しないということを学ぶであろうと。だって、暴力というのは、言うことを聞かせるために暴力を振るうわけでしょ。で、なんぼ暴力振るっても言うこと聞かへんっていう実績が積み上がっていったら、暴力は使う必要がないじゃないかっていうことになるわけですよ。で、非暴力主義なんてものは決して美しくもなんともないの。笑顔で死んでいけってガンジーは言うてんのよ。俺はそうであるべきやと思うの、運動っていうのは。俺がガンジーの非暴力主義を真似るべきやということは、言うときはそういうことです。兵庫の人民はまだこのレベルに育ってないんですよ。これ、独裁者が集めた群衆です。独裁者が自分を褒めるために集めた群衆なんです。これだけ独裁者を褒めるための群衆が集まってんの。domeniile de activitate. で、ここで万歳万歳言うてんだよ。これだけの群衆が。Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerândヤジが始まった。ヤジが始まったの。Nu mă, ha! Alo! 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 Alo!
Hallo! 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 Stai, stai. Hallo! Tovarăși! Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Tovarăși! 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 Cetățeni ai capitalei, Mergeți înapoi, tovarăși! încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni.もうここから 100% ヤジに変わってんの。ヤジに変わってんの、ここで。最初、うらーうらーって独裁者が集めた群衆があれだけ集まってたのに関わらず、会場の端っこで誰かが、チャウセスクやめろって言うたら、あ、ほんまや、やめさせなあかんと思って、最後にみんなが、さっきまでうらーうらー言うてたやつが、やめろって言い出してるのがさっきの映像です。人民の力というのは本来はこうなんですけれども、兵庫の人民はこれができないわけです。まだチャウセスクの秘密警察にビビってる状態なんです。で、そのビビるなとは言いません。ビビるのは当然ながら。それが独裁者の倒し方です。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。